ちは、みえこです。今日は簡単なバスケットパターンを使ってショルダーバッグの作り方ご紹介しますね。まずは前回の動画からパターンの作り方を確認しますね。3.5 センチ幅の布を用意します。みんな同じ幅ですよ。それからベースの布も用意してね。で、キルト綿の上にパターンを縫います。まずはベースの布の上にカゴの持ち手の部分をミシンで縫います。残りはログキャビンのような縫い方で縫いますね。詳しい縫い方は前回の動画でご紹介しているので、今回初めて見る方は前回の動画を確認してくださいね。ここから仕上げます。8枚のパターンを用意します。これ全部縫って半分のトップを作りますね。縫うのはキルト綿の端を縫います。次に裏布を用意します。縫い代は 2.5 センチぐらい大きくしてくださいね。で、最初にカバン入れ口部分をミシンで縫います。それからキルトしますよ。キルトはミシンで縫っても OK ですよ。まずはキルトラインをつけて簡単にキルトします。はい、できました。2枚作ってくださいね。そしたら1枚だけ縫い代をカットします。トップと同じ大きさに切りますよ。ここにポケット大きいのと小さいのをつけます。まずはポケットね、これ大きいポケット縫います。1箇所だけ縫います。そしてステッチしますね。こんな感じね。次、小さいポケット縫います。これね、ポーチが入る大きさにしたいので、この大きさですがご自由に大きさ調整してくださいね。
返し口を開けるのを忘れないでくださいね。表に返して入れ口にステッチします。ですがこの時ね、プレスするといいですよ。そして大きいポケットの中央に印をつけて、小さいポケットを重ねて縫います。場所はどこでもいいですよ。そしたらこれね、トップの裏側にこのポケットを重ねて針で留めます。次に縫い代のあるトップに重ねてミシンで縫います。7ミリぐらいの縫い代で縫います。そしたら布の端を隠すように裏布を折ります。そしてミシンで縫ってくださいね。この仕上げを使うと裏も表も使える作品になりますよ。次ね、ショルダーをかける金具つけますね。布の上にキルト綿を重ねてこのように折ります。まずはこれミシンでステッチしますね。次に金具を挟みます。そしてカバンの横に縫いますね。でこの縫い代のある部分に今回縫いましたよ。表から金具だけ見えるような場所につけてあります。
両方つけますね。そしたらミシンで縫います。次にスナップボタンと、それから入れ口の飾りボタンを縫います。紐は少し長くすると荷物が増えた時に調整できるので便利ですよ。はい、カバン完成したので今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。言葉で言ってなかったんですけど、小さいポーチはこのカバンを入れるのに使えるし、ポーチでも使えるし、とっても便利なんですよ。なのでセットで作ってくださいね。またね。